皆さん、こんにちは。マイクです。このチャンネルは、みんなで運のいい選択をできる人になろうというのが目的です。お茶でも飲みながらリラックスして聞いていただければ嬉しいです。簡単に自己紹介させてください。私の夫は2年半前に突発性の病気で亡くなってしまいました。病院に行ったんですけれども、誤診をされてしまって、家に帰されて、運が悪いことに私たちそのことの重大さが全然わからなかったので、放置したために、副作用で亡くなってしまいました。で、その後に、私は人生初めて受けた人間ドックで、癌が運よく見つかったので、今こうしているんですけれども、亡くなっていたのは私かもしれません。私はちょっと聞いたことが、物事の結果を大きく変えると思ってます。だから、自分の癌のことや、他の人の病気の体験談をどんどんシェアしていこうと思ってます。で、今日のお客様は、レアさんです。よろしくお願いします。お願いします。では、レアさん、自己紹介していただけますか？アメリカ、ロサンゼルス在住のレアです。オランダ生まれ、オランダ育ち、両親は日本人です。オランダで生まれたんですね。はい、そうです。今初めて聞いた。そうなんですか。いつアメリカにいらっしゃったんですか？アメリカは、17歳になるときに、単身で高校生の時に来ました。すごいですね。っていうことは、ご両親が日本人だから日本語でしょで、オランダ語をオラ話す。ンダ語は、オランダはオランダ語です。ですよね。すごいですね。で、趣味がお着物とか、お着物って着付けとかもやるんですか？はい、着付けの資格を取って、着うん。付け師としても、着付けの先生、着付け師としても、ああ。活動しています。だからですね。なんかすごい素敵なお着物だなと思って、Facebook でお写真見てたんですけど、そっちでした？そうそうそう。もうね、闘病している間はね、そんなに着物着ることもなかったんですけどね、普段は着物のことばっかりやってて、着付けが本業じゃないのかって言われることも多いんでね。そうなんですね。今は42歳ということですけれども、癌にはい、なったのは41歳の時、去年ですね。そうです。えっと、癌の種類がこれまたちょっと聞いたことがなくって、私もググってしまいましたけれども、皮膚がんそう、私もググりました。ですよね。英語で言われても、日本語で言われても、どっちもわからなかったので、Google 先生に聞きました。うん、私も両方見ても、ってなりました。そう。皮膚がんというふうな、見え方はしたんですか？見えたんですか？そもそもその、がん自体は。え、えっと、がえっと、感じそのるとか。ういや、ん。何にも感じないです。全くあ、何にも感じなくって、うんうん。私の場合は本当にたまたま運よく見つかったので、なんああ、なあの、何にも分かんなかったです。で、ドクターが見てくれて、もうどこにあるのか分かんないねっていうぐらいだったんで、じゃあ見た目はもう何もなし、感はい。じも、かん痛みかんも何もない。ほんとに全く、なんの痛みも、なんの感覚もなかったです。でも、その癌っていうのも10ミリ程度だったんですよね、私が見つかった時には。10ミリ、10ミリ、1センチですか？そう、それがそうです。そうそう。なので、ドクターもあんまり分かんないねっていう感じでしたね。なるほど。では、そのタイムラインを見ていこうと思うのですけれども、なんか 問題のタイムラインに。今話していたところで、なんか、あれってなったんですよね、やっぱり。なりますよね。私自身もみんなに、っていうか、他の人に伝える時に、「そんなに時間かかったの？」ってやっぱりなるんで、うん。
うんですよね。がんが一番最初に、だから乳がんみたいにマンモで分かったんですね。はい、たまたま、本当にマンモの、うん。その画像を見せてもらったんですけど、本当うん。にすごい端っこの方に映っあてて、それを技師さんが私も見せてもらったんです。これよく見つかったなと思うぐらい、見つけてくれたなと思うぐらい、本当にこう画像の端の方に映ってたんですよ。だから脇あ、そう。の方なんで、大体うん。なんで胸を中心ね、に映ってるんですか。でも、その端の方に映ってたその影を技師さんが見つけてくれたんですよね。すごい運が良かったですよね。もうそもそそうも栄養のそう検査ないから。そうそう、それで、なんか、マンモじゃなくて、こっちの方取ってきてくれって言われて、それで分かったんですよ。ああ、で、違う検査でもっと脇のはい。方を見て、なるほど。で、8月には陰性って電話で言われたんですよね。はい、そうです。なんか、電話かかってきて、検査うん。結果こうでしたよって言われたので、なんか、その時はあまり注意して、こう、聞いてなかったんですけど、なんか、オッケー、いい結果だったので、オッうん。ケーぐらいにしか聞いてなかったんですけれど、うん。そうですよね。うん。嬉しい。ああ、よかそうそう、った。そう、よかったって言って、で、周りのお友達とかにも、なんか、引っかかっちゃったんだよねって言って、すごい心配してくれてたから、全然大丈夫だったよって、よかったって報告までしてたんですよ。ですよね。うん。でも、その8月で陰性だと思ってたのが、11月、たまたま行った他の県で行ったお医者さんからはい。陽性だったと。はい。バイオプシーでね、検査陽性だったの、どうなったって言われて、私陰性だって聞いたんですけどって言ったら、いや、私のに届いている結果は、陽性だったよって言われて、ことの時、あんまり覚えてないんですよね。あまりにもショックで。ですよね。だってそれ、はい。時間経ってるし、言わそうれたらすなんですよね。ごいねえ、ショックですよね。たまたま、体調が悪くて行って、言われたので、なんか体調が悪くこれ、ならなかったら、そうそうそう。ね、こっちってわからなかったのか病なと。院行かないじゃないですか。日本みたいにはい、直接。もう行かないですからね、なかなうん、か。もうずっとそのままになってましたよね。これたまたま行かはい。なかったら。そう、本当にたまたまでした、なので。うん。ね、ある意味すごいラッキーでしたね。はい。で、このプライマリーの、プライマリードクターっていうのはこちらでいう、普通の病気とか風邪とかね、そういう時に会うお医者さんのことなんですけれども、そのドクターに陽性だよって言われて、その後はどうしたんですか？オンコロジストの先生を紹介されて、で、そのドクターとのアポを取って、で、うん。そのオンコロジストの先生に、サージェンを紹介されてっていう感じでしたかね。うんうん。で、それが、だから12月いろいろ検査されてるじゃないですか。はい。で、もその、がんの種類がわからなかったんですか？そうですね。乳がんか、その皮膚がんが、最初に、リンパ腫っていう、最初に乳がんって言われて、で、そうん。の後にリンパ腫かもって言われて、で、それもちょうん。っとわかんないからって言って、いろんな検査をしたんうん。ですよね。それが12うん。月でした。12月から、うん。えっと、うん。うん。数ヶ月間っていう感じでしたね。うーん、なるほど。で、これが、その2024年の12月なんですけれども、その手術が4月じゃないですか。この4はい。ヶ月、5ヶ月は何があったんですか？その検査に時間がかかったのえ。と、あと手術が決まったんですけど、うん。その手術が決まった手術をしてくれる先生が病気になったって言われえ、て、どういうこと？ちょっとそれ面白いでしょ。もうなんかえー、笑い知らないよみたいなね、他の先生そう。
呼んでくださ笑えないんですけど、ちょっと笑える話なんですよね。で、い。メディカルリーブになるからって、違う先生に引き継ぐからって言われて、それでまたちょっと連絡が途絶えちゃったんですよ。で、なんで連絡が途絶えるのと思って、で、プライマリーの先生が私の先生がすごいいい先生で、なんかうん。こう、頻繁にあちこちの先生にどうなってるの、どうなってるのって連絡を取ってくれていたんですけど、なんかもう本当に保険会社がうんだのこうだのって言ったり、なんかこう、先生が前の先生との引き継ぎがうまくいってないだのって言って、結構そこでドタバタしたんですよね。12月って言ってもこれ12月の結構末だったんですよね。それでやっぱり年末年始って先生方いなくなっちゃったりするじゃないですか。はい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 。そう、それで結局、1月ぐらいから検査始めて、まあ2月で4月に手術って感じでしたね。でも、他の方から聞いているよりかなり長いですよね。心配ですよね。もう本当になんか、まあ、でも、なんだろう、私にできることはなかったので、もう私は本当に待つだけでしたね。プライマリーのドクターにどうなってるって連絡を取るぐらいで、あの、焦ってもしょうがないし、でも焦らないとどうなるかわからないしっていう、このなんかこう、気がっねかり焦ってえ、ね、うん。そうですよね。だってね、がんってどう考えても育つそというかね、あれするじゃない、大きくなったり、いろいろステージが悪くなるじゃないですか。う。怖いですよね、そのうん、手術。でも、なんだろう、なんか変に冷静な自分もいて、うんうなんんうん。だろう、そんなにすごい焦って、バタバタバタって決まらないってことは、私結構平気なのかなっていう、なんか変な自信もあったんですよね。はい。いや、問いなんか、たしてないから。なんか私、そんなに、ひどくないし、大変じゃないからきっと後回しなのかな、みたいな、ちょっと変な冷静な自分もちょっといたんですよね。そうなんですね。うん。なんかもう、なんうん、かなるようにしかならないしっていう、なんだろう、こう、ふわっとした自分もいました。そうなんですね。でも、この4月の時点で、最初から大きさは変わってはいなかったんですよね。手術の後にオンコロジストの先生が結果を全部見て、なんかもう1ミリも大きくなってなくって、驚異の生命力だ君はって言って、一体君はこの期間何をしてたんだって言われたぐらいだった感じもありそうですましたね。よね。大きくなうん。ってなくて、本当に。ねえ。で、それからまた3ヶ月置いて放射線が始まるんですよね。これもまたちょっと長いなと、っていうか離れてるなと思ったんですけど。そう、なんか、そう、私の場合なんか全てがスローだったんですよね。で、私の周りにこんなにスローに物事が進んでいった人っていないんで、なんか私だけすごい特殊だなと思ってたんですけど、うん。まあ、なんだろう、手術も大変だったし、少しゆっくりしたいし、まあいいかなって、放射線大変だっていう人もいるし、少しああ、ゆっくりできたらいいかなって思ってたんで、まあなんか、まあ全体ずっと、この闘病時間をずっと通して、うん。あんまりこう、せかせかしてもしょうがないなと思ってたので、まあいいかなっていう感じでしたね。で、放射線は、どうでした？えっと、始まる時に2週間目でピークが来るよって言われてたんですよね。あの、おー。すごくしんどくなってくるよって大変な時期は2週間目ぐらいがピークかなって言われてたんですけど、私もう3日目にピークが来たんですよね。お、早い。それで、なんか、ドクターとか技師の人たちに、いやいやいや、気のせいだよ、それはって、そういう風な気持ちになってるだけだよって言われたので、そうかなと思って、で、大丈夫、大丈夫、気のせい、気のせいって思いながら言ったんですけども、すっごい具合悪くって、もう本当に気持ち悪いのが24時間続いて、でもう本当に、うわー、これ、み、2週間でピークが来るって言われてたけど、もうこれがピークなのか、さらにピークが来るのかってずっと思ってあ、たんですけど、2うん。週間目にさらなるピークが来たんですよ。その、ピークというか、レアさんの受けた放射線の治療って、どういう感じの副作用が出るんですか？気分が悪い。私私はもうとにかく気分が悪い。モーションシックネス
なんだっけ、ああ、乗り物酔いっていうんです乗りか。物酔いみたいに。もう、ムカ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 ずーっとするんですよね。ああ、そうなんだ。もうだへえ。からもう、ずーっとソーダ水ずーっと飲んでました。物を食べれないとか、気あ、分悪いから。食えーっべたくない。やっぱりちょっと気持ちが悪いから食欲はぐんと落ちましたね。なのうん。で、ソーダ水と、うん。もう本当に液体のスープ、もうドうん。ロドロの系がないスープうん。で、その放射線治療の期間はずっとそればっかりでしたね。うーん。なるほど。で、やっぱり疲れたりもするんですかね、やっえ、ぱり。私は疲れは通ってる時期は割とまあちょっとだるいなぐらいはあったんですけど、気分のあの悪さが一番。気分が悪いのが一番でしたね。でも考えたら、後になって分かったんですけど、うん。毎日行かなきゃいけないから多分気を張ってたんだと思うんですよ。それですごい疲れたっていう気持ちにならなかったんですけど、治療が今日で終わったよっていう日から1週間寝込みました。やっぱり疲労がええ。一気に来て、だから。もう明日から病院行かなくていいって思ったらもうベッドから起き上がれなくなってしまって、うーん。ひたすら寝て起きて寝て起きてってもうずーっと寝てましたね。で、今はいかがですか？良くなりましえ、た？今は、飲み違う。薬だけの治療をしているんあ、ですけれうん。ど、あ、まだ続ないてるんですね、治療は。はい、はい、一応検査をして、うん。キモテラピーはしなくていいっていう診断が出たんですけれど、薬は飲まなければいけなくって、それが、毎日1回飲まなきゃいけないんですよ。どのぐらいの間飲まなきゃいけないんですか？5年間です。ええ、それは初めて聞いた。へうんえ、そういうもしかタイしたら、プなんです。なんうん。か途中でもう飲まなくていいよって言われたりしないかなっていう期待はしてるんですけど、まあでもね、ほら、5年ってやっぱり、ある一定、この5年を過ぎたうん、らっていうのがあるからかもしれないですけど、がんを取って、放射線やって、でもそれでも飲むんですね、と思って、今初めて聞きました。そうで、プライマリーのドクターに、これどれぐらい、5年間飲まなきゃいけないんだけどって、聞いたんだけどって言ったら、うん、そうなんだよねって言ってね、あ、これでも結構きつい薬だから、これが弱まっていったらいいねとは言われたんですけれど、それでもやっぱり彼女もまあ5年だねっていうのは言ってたんで、お薬ね、大変ですね。いえ強いって結構飲むとなんか副作用というか、なんか感じたりするもんなんですか？えーっと、だるさがありますね。あ、だるくなるんだ。おだるさがあり薬で。ます。うん。で、あと、これ薬の影響かどうかはちょっとわからないんですけど、飲み始めてすぐぐらいに髪の毛がごっそり抜けましたね。ええ、そっか。うんある意味じゃなくて抗がん剤ですもんね。なので、それは結構びっくりっていうかショックでしたね。で、まあ、副作用のところにそういうことがあるかもしれないっていうのの中に、髪の毛が抜けるかもみたいなことが書いてあったんですけど、まさかこんなにごっそり抜けるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりでうん。したね。飲みうん薬だとね、思って、うんそこまで。はあ、じゃあ、大変ですね。本当にそれまだ、5年飲むのって。そうですね。うん。もうすぐ飲み始めて、もうすぐ30日なんですけれど、うん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 。ああ、始まったばっかり。そうですね。うん。なので、このだるさとか、ちょっと体調悪いなって言った後、少しムードスイングがあるかな。ううん。ん、5年間。うんねえ、その間にね、もうちょっといで、いお、弱まっていってくね、れればいいなとは思ってるんですけどね。うん。新しいね、お薬が出てくるかもしれないですしね、そうね、うん。5年ですでよ。5年検査し続けるのもなんか、
あ、ね、うん。けど飲み続けると思うとちょっとう気がん。遠くなる考えただけで。そう、なんかこう、薬のこのケースがあるじゃないですか。それにもううんうん。リフィルの数がなんかすごい数字もう書いてあって、こんなにリフィルしに行かなきゃいけないんだと思ったら、ちょっとなんか笑えるし、ちょっと気が遠くなりますよね。で、今回じゃあがんになってうん。気がついたこととか、例えば他のね、し患者さんとかに伝えたいことってありますか？そうですね。と、私は本当に運が良くって、たまたま見つかったんですけれど、日本うん。人の方ってやっぱりこう痛みに強いっていうか我慢強い方が多いので、なかなかこう検査とかに行かないじゃないですか。うん。でもやっぱりこうある程度の年齢になったらね、検査って行った方がいいんだなっていうのはすごい実感しましたね。うん。ねえ。レアさん、そもそも痛みも何もなかったですから。そう、なんか私は本当にもうこれ、ありがたいお話っていうか、すごい不思議なお話なんですけど、うん。私のお友達がその2024年に、若いお友達が立て続けに亡くなったんですよね。あで、そう、まだ50代前半とかだったので、ちょっと私にとってそれがすごいショックで、あ、で、何を何が自分に今できるかなって、で、先のことを考えてくよくよしてもしょうがないのでって思って、何ができるかなって考えた時に、よし、保険のグレードを上げようと思ってなるほど。保険のグレードを上げたんですよね。そしたらなんかもう40歳過ぎたから、こういろいろ検査に行ってないでしょ、あなたって。行ってくださいって言われて見つかったんですよ。なるほどね。お友達亡くなったのがきっかけで。そう、本当に、これ本当に彼女たちがなんかメッセージをくれたのかなってちょっと思ってて。僕、そしたら私と同じですね。うちも夫が亡くなったかうん。ら人間ドック行けっそう。うて言わん。れて、そう、それまで受ける気ゼロでしたもん。私も全くなかった。痛みもないし、そう別そうそう。にね、何かあるわけじゃないから、行く必要ないしって思ってたんで、めんどくさいだけで、そうそう、時間もお金もかかるあしと思っおて。金もかかうん。るし、みたいな。そうですよね。ね、なんか病院ちょっと行くのにもね、アポイントメント取ったり、高そうです。額な医療費を払ったり。やっぱり、なんか、陽性なのに陰性で電話で来るみたいな。ね、本当にショック受けたり。本当でもラッキーですよね。それでこのなんかね、3ヶ月も4ヶ月も経っても同じ大きさっていうの、本当ね、リアさんね、ラッキーですよね。本当にラッキーだけでここまで来てるんで。ねえ、でもお友達にも多分導かれたんですよ。もうね、本当に、もう本当にそうだと思ってます、私は。それがなかったら、多分今も気が付かないままだったと思ううん、ので。そうですよ。私も夫亡くならなかったら絶対私の方が多分先にがんがあれしたと思います。ほっといたら。ね、うん、そうね、そうそう。本当にね、一人でも多くの方がね、なんかこう、誰かの経験を頼りに、こう勇気づけられたり、助けられたりしたらいいなと思って。本当に、いろんな人に助けられて、今回もその、具合が悪くってね、放射線の時に、何にも食べられなくなった時に、もう、1時間もかけてお友達がご飯届けに来てくれたり、そうなんだ、優しい。買い物しに行ってくれたり、うん、なんか「洗濯はできる？」って言って、洗濯物を持って帰ってくれたり。ああ、いいですね。なんか、まあ、うちにはパートナーがいるんですけど、パートナーもちょっと、仕事の関係で長期出張に行ってたりしたんで、で、まあ、一応気にかけてくれてたんだけど、私はこの、自分の生活のリズムをまず乱したくないっていうのがあったから、彼にもなんかこう、私を理由に仕事に行かないとか、私を理由に、出張をやめるとか、そういうのはしないでねって言ってたんで、まあ、行ってもらって、お友達がその間サポートしてくれてたんでね。本当ありがにありがたい。たいですね。うん。なんか、私はすごい、うんね、さっきも言ったけど、いい経験って言ったらおかしいけれど、得たことがたくさんあるんでね。
そうなんか、なんですよ。悪いことだけじゃないよっていうのが、やっぱうん、り、うん、本当ね。にそうだと思います。本当うん、にそう。うん。ね、できればなりたくないっていうのはね、もちろんね、病気はならない方がいいですけど。そうそうそう。でも、なんか今考えると全然私は救われたんですよ、逆に。死別もあったしね。だから、ああ、ね、本当にそうだと思います。学ぶことが多いよね。うん、うんねえ、本当にもう、ね、今日はいろいろね、ありがとうございました。なんか珍こちらしいがんのおこそ。話も聞いたことなかった名前のがんで。そうね、私もなかったんで、何かお役に立てればいいなと思ったんで。うん、ね、本当に私も一番がん見つかった時、やっぱり自分のなったがんを調べるじゃないですか。うんうんうん。だから、多分ね、同じタイプのがんになられた方は、うん、レアさんのお話を聞くことになると思いますよ。ね、あと、こんなに時間がかかったっていうタイプも珍しいと思うので、何かあったらね。うね、ん。あとはお薬飲まなきゃいけないとかね、そういうん。う、ね、あれですよね。なんか、いろんな人にはいろんなストーリーがあるんだなって改めて思いました。うん、私も本当にそう思いました。がんによって全然違うね。し、うんうん。ね、がんの進行具合も全然違うし、うん。その5年間これからの過ごし方も違うということでね、ね、うん。本当にね、今日はね、ありがとうございましね、た。本当に貴重な機会をいただいて本当にありがとうございます。ね、皆さん今日はレアさんのお話を聞いたので、皆さんの運のいい選択をできるレベルが一つ上がりました。おめでとうございます。レアさん、今日は本当にありがとうございました。あありがとうございます。りがとう。